ようございます。今日は朝10時のバスでベオグラードから、ミュンヘンに帰ります。また長時間のバスなんですけど、もう疲れてるんで多分いっぱい寝て、あと動画編集して、その時間を、有効に、使いたいと思います。で、昨日洗濯できなかったんでね、もう今洗濯し終わって、でこれからどっかコーヒーか朝ごはん食べれるとこ探して、バス停に向かいたいと思います。このビタミンウォーターがめっちゃ美味しいです。無事にバス停着きました。ちょっと間違えたら怖かったんで、カフェに寄らないでも早めの路面電車に乗って、ちゃんと着くことができました。途中ちょっと道自分が思ってるところと違うところ行って間違えたかなと思ったんですけど、ちゃんと運転手さんに聞いて大丈夫だよって言ってくれて、本当にとりあえず一安心です。ちょっとカフェっぽいのがあるんで、あそこに寄ってちょっとゆっくりしようと思います。これからセルビアを出発します。ハンガリーからオーストリアを通ってドイツに戻ります。やっとベオグラードからドイツのミュンヘンに着きました。14時間すごい長かったんですけど、練習の動画切り取ってたり、寝てたりしたら結構あっという間に、着いてしまいました。ハイデルベルクには7時のバスに乗って、帰ります。ちょっと時間まだあるんで、あと4時間ぐらい4時間あるんで、ちょっとマックが10分歩いて先にあるんで、ちょっとマックで時間潰してお腹減ったんで、食べて、ハイデルベルクに、帰ろうと思います。あともう少しですけど、家に着くまで、もうちょっと頑張ります。早朝のコーヒーはもういつも最高です。旅帰りにいつも夜カフェがあって、そこでコーヒーを、持ち帰りしてから帰ります。この合宿の動画をずっと見てくれていた方、この動画だけでもご視聴いただいた方、もう本当にありがとうございます。やっと今家に帰ってこれました。もうすごい長い時間のバスの移動だったんですけど、何も事故等なく無事に家に帰ることができました。今回セルビアで自分が学んだことだったり感じたことをしっかりいっぱい話して、今回のセルビアベオグラードバスケットボール合宿編を、締めたいと思います。でも今ちょっと疲れてて頭が全然回ってないんで、ちょっともうすぐシャワー浴びて、ちょっと寝て、リフレッシュしてから、話そうと思います。こんにちは。お久しぶりです。セルビア合宿終わって帰ってきた日に、その合宿のまとめを話したかったんですけど、もうすごい昼寝して、爆睡してしまって、もうすごい疲れてたんで、その日のうちに、まとめを喋ることが、できませんでした。セルビア帰ってきて、ちょっといろいろあって、仕事も忙しくなったりして、もうなかなか動画をすぐに作って、YouTube にアップするってことができずに、本当長引いてしまって、申し訳ないです。それで今、11月になってしまったんですけど、今の自分の現状を話してから、セルビア合宿の、まとめを少し話して、この動画を、終わろうと思います。結論から言うと、もう数日前に決断したんですけど、来月の12月で、日本に戻ります。もうヨーロッパには帰ってきません。8月、9月、10月、もうずっと考えていて、12月の末にドイツのビザの更新があったんですけど、そこでちょっと思ったのは、もう、これでヨーロッパ、もうプロになれないっていうのが、自分の中で、分かったので、やっぱこれを機に、もう日本に戻ろう
と、この挑戦を、終えようと、思って、その10月の中旬で、12月に日本にそのビザが切れる前に、ヨーロッパをさよならしようと、決断しました。もう本当にここ1、2年は、もう上のプロリーグでプレーするために、もうすごい頑張って、エージェントだったり、もう知り合いづてで紹介してもらったり、自分からメールも送って、トライアウトも行ったし、で、何チームからも、連絡も来たんですけど、でもやっぱり、いろんなチームのコーチとかに言われたのは、エージェントとかにも言われたのは、EU 市民だったら契約できたっていうスポットは挙げられたけど、外国人枠は君には挙げれないっていう、もう、そのが何回ももう言われたので、それで、やっぱり上のプロリーグのレベルで、僕が外国人枠としてプレーできるのは、もう、できないなって、不可能だなって思いました。自分も今年30になって、もう可能性はないなって、ヨーロッパで、多分いくらプレーして活躍しても、下のカテゴリーでプレーしても、上に行ける可能性はもうないっていうのが、自分の実力では分かったので、ヨーロッパの夢、プロになるっていう夢は、すごい悲しいですけど、でもこれ終わりにしようっていう決断をして、日本に10月に帰ります。日本に帰って、まだ具体的な方法はまだわからないんですけど、でも必ずもう完全熱唱できる道を見つけて、何にも後悔なく自分のコーチングキャリアを始められるように、今はまだわからないんですけど、本当にその方法を日本で見つけようと思います。自分が小学校の時に、2006年の埼玉ワールドカップ、もうスペイン対ギリシャ、試合をテレビで見て、ビデオで録画して、もう学校帰ったら1日1回その試合をテレビで見るっていうのをずっとしていて、で、そこからなんとなくですけど、ヨーロッパでプレーしたいなって、海外でプレーしたいなっていう夢を持って、高校ではそれなりにね、県で結果残して、大学、明星大学上手くなりたいっつって、エイジさんの元に行って、バスケ4年間しましたけど、結果全然試合に出ることなく、ドリブルがね、全くつけなかったんで、で、そこから何にもハイライトも自分の、ね、プレー動画残せなかったんですけど、ヨーロッパでプロになるっていう夢を追って、本当に幸運で、本当に感謝しきれないんですけど、本当アイルランドの2部リーグの監督から、うちに来るかっつって、お金とか、そういうのは何も出せないけど、仕事とか見つける手伝いはできるっていう感じで、本当に自分にヨーロッパでプレーできるチャンスをくれて、で、本当にそのおかげで、本当ポイントガード未経験だったんですけど、本当その時の自分が今こうして、7年で成長できたっていうのは、胸張れる結果ではないんですけど、でも、本当下向かないで、本当に自分に成長できたことを誇りに持って、日本に帰れるなって自分の中で思います。この経験は自分がコーチのキャリアを始めた時に他のコーチにはない強みを得れたと思うし、やっぱ自分の中で実践して、もうヨーロッパでもうチームメイトだったり、もう監督とかにすごいもう追われながら、でもうプロ選手とも対戦して、たまにボコされたりもしましたけど、大学4年の時に本当にお世話になった教授がいて、もうその教授に言われてたのが、やっぱ20代は自分の経験だったり、そのスキルを得るために時間を投資しなさいと。お金を、銀行口座のお金を追うなと。20代後半からその投資した経験、技術が生きてきて、で、だんだんとお金は君を追うようになるからっていうのをすごい自分に教えてくれて、で、アイルランド行くとき、自分のチームメイト全員就職だったんですけど、僕だけ就職しないっていう結構異例なことだったんですけど、で本当に自分はこの道取って全然後悔ないし、自分の友達とかは本当に年収僕より全然稼げてると今思いますけど、でも自分はこの20代で得た経験をこれから生かしていけば自分も絶対稼げるようになるって今自信があるし、夢は破れましたけど、この道を取ってよかったなと思います。去年から YouTube 結構撮り始めて、で今こ
これでプロになれましたっていう動画を撮れたらすごいね、かっこよかったんですけど、現実はそんなに甘くなく、悔しいですけど、本当に悔しいし悲しいけど、でも本当に下向かないで、日本に帰ろうと思います。日本に帰って、その自分が完全熱唱できる道を見つけたときに、必ず動画で撮って、報告しようと思います。本音は YouTube でこう動画を自分で作って自分でなんか話して投稿するの結構恥ずかしいんですけど、でも自分の動画で元気もらってるっていつも見て、なんか頑張る勇気もらってるっていうフィードバックいただいて、本当にそれ聞けただけでずっと作ってきてよかったなって思うし、でも本当にそういう方々に支えられて、最後本当に今年のシーズンは特に、頑張れました。もう本当にありがとうございます。そしてセルビア合宿について、動画見てもらえば練習どんな感じでやってたかなってわかると思うんですけど、ちょっと自分がね、練習集中し始めたり、もう疲れてて、ちょっと録画ボタンを押したり押さなかったりで、全部見せることは、できなかったんですけど、でも本当はあんな感じでずっと、3日間練習していました。なんか特別な、なんかマジックみたいなワークアウトは全然しないというか、コーチの経験とか、やっぱり一個一個真剣にやる。やっぱそこが、やっぱセルビア特化してるのかなって思いました。もう一個一個、ただ単にこう置いて、クロスオーバー、レッグビハインド、クロスとか、そういうのをやるんじゃなくて、もうその、一個のクロスオーバーで抜く練習。もう本気でクロスオーバーして、こうディフェンスが来たからレックスルーでそのまま一個ガン、ドリブルついていくってか、でもそういう感じの練習を彼らはずっとしてるのかなって、思います。レッドスターのアンダー18の練習見た時も、本当に特別なことはしてなかったなって思いました。最初の2、30分ずっと縄跳びやってたし、で、その後3対3決まった動きで、一つの決まった動きで3対3オールコートでずっとやってて、だからその一つの動きでもう何個もオプションがあるみたいな。例えば、ダウンスクリーンのピンダウンで、スクリーン使って上に上がるときに、後ろに背中を引っかかって背中背負ったら上に上がるんじゃなくてもうカールで中に行くとかで、なんかそういう感じ。本当に一戦のディフェンスがもうその動きを予測してちょっとパスカット狙いにちょっと移動したらなんで抜かないんだとかシンプルなことを徹底してました。コーチも多分自分がいるからかたまに英語で怒っててめっちゃ怒ってましたけど、特に印象に覚えてるのが練習の合間にちょっとメモさせてもらいますってコーチのところに言ったんですけど、なんかもう先週以上に疲れ果てて3、40分間も全力で神経使ってエネルギー使ってあそこまで果ててるっていうのはなんかすごい自分が将来コーチした時に同じようにやりたいなと思っています。で、長々喋っちゃうとちょっともう終わらないんで、本当に練習の動画ちょっと過去の動画見てあんな感じで細かいことを徹底しました。これはもう何人とかもう外国人とか日本人は関係なく、もうどのコーチでもちゃんと勉強すれば徹底できることだなと思います。選手のモチベーションもそこでね、じゃあアプローチの仕方とかもあるし、そこはやっぱ外国人選手のコーチとかの方がやっぱ上手いのかなって、思いますけど、でも本当に多分みんなできると思います。綺麗事かもしれないけど、熱量を持って選手に教えてあげれば、選手がね、それに向けてちゃんと頑張れば上手くなるんじゃないかなと思いました。そんな感じでセルビア合宿終わった時に、そう思いました。もし質問等とか意見あればコメント欄で、書いてくれればできる範囲で答えるのでぜひコメント、してください。もし何かあれば今回もご視聴いただいてありがとうございました。